強いイヤホンは好きか？今回紹介するのは、ND の新しいハイブリッド型イヤホン、ナイス。先に発売された、人気イヤホン、ND-DD3 に、さらに BA ドライバーを追加した、ハイブリッド型イヤホンだ。一見 KZ などですでに発売されているハイブリッドタイプと大差がないように思えるんだけど、なんかテンションが高いのはゆっくり腰にも察せられるだろうか。このメーカー、すでに一回やらかしてるからだ。このイヤホンのベースになった ND-DD3 は、こちらもオーソドックスな低価格1ダイナミックドライバーイヤホンのフォーマットに沿って作られた、ともすれば埋没してしまいそうな、類似機種の多いイヤホンとなっている。じゃ、なんでこんなに楽しそうなんだって？そらもう強いからよ。ND-DD3 は、高音から低音まで強烈な、いわゆる模範的ドンシャリで、ドンシャリ型の中でも、サブベースの強い20磁気ダイナミックドライバーを採用している。さらに、通常のこの手の低価格イヤホンよりも、強烈なバランスを持ちながら、高音の刺さりや割れ、サブベースの膨張などの破綻を起こしていない、かなり強烈な中華イヤホンだ。1ダイナミックドライバーでこんなに強いんだったら、BA 積んだらもっと楽しそうだと思わない？実際に積んじゃったのが、この ND ナイスというわけ。外形に関しては基本的に低価格中華イヤホンのフォーマットに沿っている。つまり、それだけ装着難になる可能性が低いということ。フェイスプレートはガンメタリックの塗装で、ナイスとは大きく異なる。ベントも大きく取られていて、他の中華イヤホンを彷彿とさせるデザインだけど、微妙にそのいずれとも違ってるよな。ただし基本的なところについては、他の低価格イヤホンと変わらない。中華低価格イヤホンでだけ普及している QDC タイプにピンによるリケーブルが可能な点も同じ。一般的なイヤーピースと一般的なケーブルがついてくるところも同じ。もちろん、この価格帯でよく見かける、マイク付きケーブルのオプションもある。今回はマイク付きのものが届いてるぞ。また、ND-DD3 ではスイッチがついていた。ただし、ND-DD3 は、全力で全てのスイッチによる制限を外した状態が一番強いという、典型的なパワー系イヤホンだったので、ND ナイスで今回スイッチがなくなったことは、ある意味そうなるよな。くらいの気持ちだ。実際、ND ナイスのサウンドは強烈で、スイッチで抑えてもなというバランスなので、個人的には装着感なんかにも影響するスイッチが、使わないならついててもしょうがないし、今回のスイッチなしはそれで良いと思う。フェイスプレートがどことなくずれたデザインだった DD3 よりも、どのような場面でも使えるようになっている点にも注目だ。ただし、背面に大きく開口部が取られているので、本当に絶対音漏れ許さないマンの皆様にはおすすめしづらい構造になったぞ。今回付属のケーブルは、KZ などが以前採用していた変素タイプ。絡みやすいものの、タッチノイズが少ないので、体を動かしながら利用するときに向いているタイプのケーブルだ。ただし、緑化もしやすいので、汗をかくような用途の時にガシガシ使うことは想定されていないので注意が必要だぞ。イヤーピースは2種類、各3サイズが付属する。ノズルを短くして、高音側の減衰を抑えた黒と、より力が支配する白色の2種類だ。というわけで、ざっと外見を見た感じ、この価格帯のイヤホンらしい仕様になっていることがわかるんじゃないだろうか。標準ケーブルでもそのまま使えるし、インピーダンスは平均的な低価格モデルの16オームより若干高いものの、普通のスマートフォンなどでも問題なく使用することができる程度に収まっている。普通に使うと、若干音量が取りづらく感じるかもしれないな。さあ、それじゃあ ND ナイスの音質はどうなっているんだろうか。音を聞く前に内部構造から、散々 KZ やら TRN で見てきたような構造、配置、一番低価格モデルの中でも知名度がある、KZZS トクスや、ZSN Pro X などの構造に準拠した、テンプレみたいな構造だ。ノズルからずれた 120mm のダイナミックドライバーが、そして、ノズル内に BA ドライバーが格納される。中華イヤホンでは親の顔より見た内部配置。低価格モデルは大体このフォーマットに沿って作られていることが多い。そうそう、ナイスのノズルは金属製で、本体のプラ部分とは別部品になっている。これも採用例の多い構造だな。10mm のダイナミックドライバーは PET 系の素材で作られていて、これも低価格イヤホンではとてもよく見る景色となっている。一見これってもうほぼ ZS トクスなのではと思うかもしれないんだけど、そこにメーカーの味付けが加わると、結構印象が変わるもんだ。ナイスの音質は、おおむね求めていた通り、DD3 でも感じられた、プレッシャーの強い低音域、そして、KZ 系よりもピーキーに調整された BA ドライバー。この BA ドライバーがぶちかますクリスプな高音域が、BA 入ってますよと主張しまくり、ユーザーが本当に求めていたものはこういうやつだ。例えばハウス系なんかで、あくまでイヤホンらしいはっきりとした高音域を鳴らしつつ、
その上でその高音域を覆いかねないくらい強烈な低音域が同時に暴れる。それでいて、2023年基準らしく、ボーカルもほったらかしにしてないんだ。いやーほんとここ2年で中音域に対する配慮が良くなったんだけど、あえて昔のバランスでそれやったろ、というのがナイスの全体像だな。なんというか、めちゃくちゃ強烈なんだけど、ナイスを聞いて思うのは、これ、基本的にお薬2倍の ZS トクスみたいな存在感。初めてハイブリッドを聞いた時に気持ちよく作用した部分のサウンドを、2倍持って出すことによって、僕らがずっとイヤホンを聞いていた体勢を超える、味調味料溶けないで残ってる系のイヤホンだ。中音域までの乾いた音が全て浮き上がるし、その浮き上がった高音に上から低音をぶっかけて、なんとか音楽の体裁を整えているような、パワーに満ちたイヤホンになっているぞ。DD さんはそんなバランスでも、1ダイナミックドライバだったからか、高音域側が浮き立つことはほぼなかったんだけど、ナイスに関しては全く容赦なく暴れ回っているな。これを聞いて一番最初に感じたのは、このイヤホン、ラフティアーのやりたい放題系ハイブリッドに近い。しかし、LF2 や LF4 と比較すると、明らかにこっちの方が粗さが少ないな。力いっぱいぶん殴ってくるんだけど力任せではないというか、明らかに一線を越えないように調整されてる。空間は不思議なことになってる。明らかに高音と低音が分離されすぎて、空間表現が3つのレイヤーになってるんだよな。耳に関東されて距離をかれた高音が聞こえてくる。強烈すぎてビーチボールかなんかに頭を突っ込んだような空間表現で聞こえる低音域。この低音が近くて頭全体を包んでいる感じは、DD さんでもめちゃくちゃ印象的だった低音表現が、ナイスでもしっかり引き継がれていることを示している。背面開放の意味はありましたか？しっかりと背面から音漏れが確認できるので、ある程度開口部は仕事をしているはずなんだけど、とにかく低音が密閉空間で興奮したゴリラに四方囲まれてるみたいな、明らかにキルゾーンにいるレベルの近さだ。で、低音は壁のような空間で反響してるのに、高音はその合間からスルスルと耳に入ってくるんだよな。高音と低音のせめぎ合い、しかも、大体両方に引っ張られて破綻するイヤホンが多いのに、ナイスはしっかりそこが最後まで破綻しないのが良い。近いイヤホンだと、ジョイオーディオ社員がこういうデタラメなバランスで大好きなんだけど、あちらより低音域の密着感が強い。やっぱり ND シリーズは、国内のドンシャリで満足できずに海外のドンシャリに手を出したやつが、それでも満足できなくてたどり着く終点の一つと言えるだろう。細部の表現力などでは、上位機種の 7Hz レガトや、ヤニンカノンに、キウイヤーズカデンザ2世オーディオハイプになどなどの、モンスター集団にコスト差で押し切られるのはしょうがないんだけど、それでも、この価格としてはしっかりまとまってるし、この低音力は上位機種に引けを取らない、あくまで、ブーミーで年体をぶっかけられているような、眠たい低音ではなく、キレがあって深みがあって、おまけに近くて熱く苦しいという、すべてを備えた高音域に、加えてバッキバキの高音域が加わってるのが良いんだよ。この価格帯の類似のライバルというと、CCA-CSN、KZ-ZSN Pro X、DQ6S、ZEX などなど、多くのライバルがいるんだけど、ここまで極端なバランスになったのは、好評の DD さんに、さらに鋭利で攻撃的な BA を組み合わせたナイスだけだな。ナイスの後に ZEX とか聞くと、あ、結構考えて作ってるんだなこれ。とかいう錯覚に陥るもの。KZ-ZEX-CCA-NRA と ND ナイスを比較すると、あちらも単体で聞くと、低音の完成度は良く、また高音もよく粒立っている。が、当時 ZEX や NRA が発売された時に、これの BA 搭載版が出ないかなとかぼやいてた記憶がある。もう粒立ちというかバッキバキに高質なサウンドにし、高音側を全部金属質に仕上げたのがナイスの高音域だ。やりすぎだって？狂気の沙汰だけどこれがなんでか面白いんだわ。低音域に関しては、KZ 系の中でもいくつか出ている、いわゆるカバー付きの XUN と呼ばれるタイプのダイナミックドライバに近い。これは、低音域を強くするために磁気回路2倍にするわ、というパワー系理論に、ドライバの背面にカバー付けて二重に響かせたら強いんじゃね、という理論を掛け合わせてしまった。超パワー系 10mm ダイナミックドライバー、やりたい放題やった後、あとはもうドライバでかくするしかねえな、というアプローチになったり、そろそろ正気に戻るか。と KZ 君が狂気を失ってしまったので、現在までのところ、一番低音が派手なドライバなんだけど、今回紹介している ND ナイスのベースになった DD さんは、このドライバの進化系みたいなドライバを搭載しているんだよな。この低音の音圧や近さ、全方位を包まれている感じは、このドライバの仕事によるところだと思われる。そこに BA ドライバを搭載してしまった。しかも全く手加減せずに、実現してしまった ND ナイスは、大体の人が想像するだろう。力で全てを制圧していく系のハイブリッドイヤホンに、大体の人が想像していた通りになった。そして実際に聞いてみると笑っちゃうくらいに完成していた。このイヤホンは嘘をついている。こんな音はしない。そう、本来存在しない音。
でも、中華系で笑っちゃうようなサウンドを求めていた人には、また一つ、聞かないと想像できない、極端なバランスなのになぜか成立しているイヤホンが出来上がってしまったぞ。個人的には超おすすめする、中華低価格系ハイパワーハイブリッドの最先端を行く一本だ。おすすめだぞ。DD さんとナイスどっちがいいかって、両方買え、面白さが違うから。と、いったところで今回はここまで、しばらくナイスのパワーが耳から抜けない気がするくらいに振り回されたぞ。